はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミです。はい、今回のレビューは、サウンドピーツ Air 5 Pro プラスです。1DD プラス 1MEMS ドライバーのハイブリッド構成です。サウンドピーツの最新モデルか。Air 5 Pro プラス。何がプラスされたんだろう。もともと機能が豊富で、それがアップデートされたり、新たな機能が追加されたりと、いろいろなのよね。深掘りしていくとすごく長い動画になっちゃうので、いつものことですが、音質面に重点を置いたレビューとして進めていきます。この動画を公開した時点で発売から1ヶ月弱経ってるんだよね。そう、サウンドピーツさんからこの時期に公開をと依頼されたのよ。そうだったのか。通常価格が15,000円前後で、今見たらタイムセールで12,000円ぐらいになってる。サウンドピーツさん、クーポンやセールが多いから実売価格としては12,000円前後なのかな。ちょっとお高めにも感じるけど。サウンドピーツさんがトッププレミアムモデルと銘打ってるだけあって、機能も音質もかなり気合が入ってるからね。特に注目したいのが MEMS ドライバーを採用したハイブリッド構成ですよね。そう、Air 5 Pro プラスのコアとなる部分だね。従来のモデルは振動板を動かして音を出すんだけど、Air 5 Pro プラスは XMEMS 社製の MEMS ドライバー、コーエルを搭載してる。カプセル3 Pro プラスが初の MEMS ドライバー搭載モデルだったね。MEMS ドライバーってシリコンでできてるやつだよね。そう、シリコンウェーハから製造されてて、硬さと軽さを両立してる。その結果、応答速度が従来の4倍と超高速。全高張波歪み THD も 0.05% 未満で歪みが非常に少ない。従来の BA や DD だと高音域が金属的とか視察音みたいに刺さりやすいって言われていますが、MEMS だとクリアで温かみのある高音域になると言われていますね。そう、高質で軽いMEMSが高音域の微細なニュアンスや豊かな倍音をクリアに再現して音の輪郭を際立たせる。そして低音域は 10mm のダイナミックドライバーが担当。ポリウレタン PU とポリエーテルケトンピーク複合振動板にデュアル導線を採用してるんだ。カプセル3 Pro プラスでは合計 12mm のバイオセルロース製でしたから DD の仕様が違うんですね。そうだね。これで強力な駆動力とどっしりとした深みのある低音を実現している。コーデックも充実していて LDAC と aptX ロスレスの両方に対応。さらにハイレゾワイヤレスとスナップドラゴンサウンドのダブル認証も取得している。新世代のクアルコム S3 サウンドプラットフォームの搭載で SN 比も向上。次世代規格の LE オーディオ LC3 もサポートしているのは将来性もあって嬉しいポイントです。ノイキャンはどうかな。効果をリアルタイムで自動調整してくれる AI アダプティブ ANC に対応している。ノイズ低減効果は最大 55dB とブランドトップクラスの静寂性。防風メッシュや L 型キャビティ設計に加えて風ノイズ低減アルゴリズムが風切り音を自動検知して気にならないレベルにまで低減してくれます。さらに独自の改良バッテリー構造で再生帯域のノイズ自体も感知不能なレベルまで低減しているのもポイントです。通話性能はどうなの？ AI 通話ノイズキャンセリング技術を搭載していて、左右合計で6機のマイクを組み合わせて周囲の騒音を識別除去。話し声だけにフォーカスするから相手にクリアな声を届けられるよ。バッテリー持ちは上記の通り10分で約120分の再生が可能な急速充電にも対応しています。マルチポイント接続にも対応。ただしマルチポイント使用中は LDAC は使えないという点だけは注意が必要です。ではここからは波形を見ながら進めていきましょう。最初はノイキャンオンオフの波形を重ねてみました。ほとんど同じ感じですね。実際聞いてみても特に違和感はなかったよ。常時ノイキャン使う人がほとんどだろうから念のための比較程度で見てもらえばいいでしょう。次はサウンドピーツカプセル3 Pro プラスと H3 との比較ね。カプセル3 Pro プラスは同じ MEMS ドライバー搭載だけどチューニングは結構違って中高域以上を出す方向なんだね。そうね、だからかな、もうちょっと低域が欲しいと思っちゃうのよ。EQ で調整できるから特に困ってはいないけどね。一方 H3 は 1DD プラス 2BA で外観もドライバー構成も違うの。4から6キロあたりは比較2モデルの中間くらいの出方してるわで、聞き比べると BA らしい広域って感じはしたわ。この帯域のカーブがイヤーファン Air Pro 4 プラスにちょっと似た感じなのね。今回のサウンドチェックはこの4モデル。MEMS ドライバー搭載のカプセル3 Pro プラス 1DD プラス 2BA の H3、それとイヤーファン Air Pro 4 プラスだね。Air 5 Pro プラスは先日の Air Pro 4プラスのレビューでも比較しているけど、今回は音調整の基準を Air 5 Pro プラスにしてる。なるほど、ニュアンスが変わりますね。興味深いです。じゃあ早速サウンドチェックいってみよう。音量上がるから気をつけてね。
head is looping over you like at the bar in my room. It's all the time. Butterflies making a home inside my chest, ruin my life, but it's the best out of my mind. Ooh, I should know, I should know, I should know better, but that's no fun. So ooh, let me down, light as a feather.はい、サウンドチェックでした。同じメムズドライバー搭載のカプセル3プロプラスですが、波形の通り中高域以上を出す方向のチューニングでかなり明るく聞こえました。明るさで言ったらエアープロ4プラスも明るかったよ。質感の違いは聞いてもらった通りなんだけど、音調整の基準がエアー5プロプラスだから、ブルーの波形より上にある波形は実機より強調されて聞こえる。そうね。H3 は 500Hz から 3kHz あたりの質感がエアープロ4プラスと結構違ってたわね。厚みのある感じで音域はさほどきつくなかったかな。H3 を最初に聞いた時の印象を思い出した。音太いなーって思ったんだ。で、エアー5 Pro プラスは中高域以上がかなり優しい出音になっていて、今まで聞いたモデルとはちょっと傾向が違うね。アプリ Beats Audio のプリセット EQ を確認してみた。デフォルト以外の11種類のプリセットがどんな変化になるのか測定してみた。必要に応じて一時停止してご確認ください。デフォルトのブルーの波形に対してプリセットをそれぞれの色で表示。右下の数値はデフォルトに比べどれだけレベルが変化したかを表示。一つ一つ細かくは触れないけど、どれも結構使える感じだった。1個目の低音を強くがいくらやっても強くならないのは謎だけどね。 ACG ってなんだ？ガラスメーカー？それは AGC でしょ。アニメ A、コミック C、ゲーム G だと思うよ。ああ、このプリセットアニソンとかゲーム向けってことか。そうね。低域はすでにしっかり出ているから、02の低音を弱くや03の高音域の強調あたりが個人的には合いそう。最後にカスタム EQ も使って調整してみた。セオリー無視でスライダーを結構動かしてやっとこの程度の効果。200Hz 手前から 1km あたりを滑らかに 2km から 6km あたりまでを持って 7km あたりのピークを少し抑える感じ。まあ個人的な好みなんで参考にはならないと思うけどね。ではエアー5 Pro プラスを聞いた印象をまとめましょうか。そうだね。まず低域は今回比較したどのモデルよりも量感があった。高域が控えめということもあるし、波形比較でも50から 100Hz あたりが一番出てる。アタックはそれほど強い感じしなかったけど悪くない質感。ドラムンベースの2パートでスラップのフレーズなんか聞くとすんごい迫力。ってことはタム系、特にフロアタムも迫力あるってこと？そうそう。少し固めの質感にしたければプリセット EQ の低音を弱くや高音域の強調あたりでいい感じになる。低中域から中域はどうですか？弱めに感じません？まあ多少そう感じるけど、リファレンス曲ではそれほど気にならなかったよ。なるほど。2キロ以上の中高域はどうでしょう？波形で見るとこの辺りかなり控えめなんで、ボーカルやメロディーが物足りないだろうなぁと思ってたんだけど、実際聞くとそんなことなかった。ここから上の大域の質感がエアー5 Pro プラスの一番の特徴だろうね。とにかくボーカルや高域が刺さらないようにチューニングしてる感じ。シンバル系も音の粒が細かくて全然うるさくない。もちろん EQ でもうちょっと上げればボーカルやメロディーはぐっと前に出てくるけど、その分普通っぽくなっちゃうし刺さりもちょっと出てくる。全体的にクリアな質感でチューニングにも特徴あって十分没入できるサウンドだね。じゃあ高域きついの苦手な人にはおすすめ？
もちろん、さらに低域好きな人にもいいと思うし、中高域以上を EQ で調整する余裕もあるから、物足りないと感じる人には、ちょっと調整するだけで満足できるんじゃないかな。ってことは、たくさんの人に受け入れられるってことじゃん。ああ、確かにそういうことになるね。長時間の使用でも疲れにくい質感で、とっても気に入っちゃいました。欲しいなぁ。はい。ということで、サウンドピーツ Air 5 Pro Plus のレビューでした。じゃあまた、次の動画で会おうね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録、お願いします。